イトル、もう一度自分を生きる。朗読、黒川瞳。夕暮れのキッチンは今日もおしゃべりな茜色に染まっていた。壁にかけられた古い時計がチクタクと規則正しいリズムを刻む。その音は私、悦子の人生を数えてきたかのようだった。結婚して30年。子供たちはとっくに巣立ち、夫の健一は定年を迎えた。私たちの時間は突然無音になった。私は窓の外をぼんやりと眺める。燃えるような茜色が少しずつ深い藍色へと変わっていく。まるで情熱の炎を燃やし尽くし、冷え固まっていく私たちの関係のようだった。ソファに座った健一はいつもと同じように新聞を広げている。紙が擦れる音だけが部屋に響く。それはまるで乾いた落ち葉が風に吹かれるような寂しくひび割れた音だった。ねえ、健一さん、この間ね、陶芸教室でね、私はようやく完成したマグカップの話を切り出した。白土で形を作り、釉薬をかけたそのカップは海のような深い群青色になった。私の心を映したようなすがすがしい色だ。しかし彼の返事はふーんというまるで水滴が石に落ちるような何の感情も含まない短い音だった。新聞に落ちた彼の影は私と彼の間にある決して越えることのできない壁のように見えた。昔は違ったはずなのに、私の言葉一つ一つに彼の瞳は輝いていた。それがいつからだろうか。彼の心はまるで誰も立ち入ることのできないくすんだ灰色の迷宮になってしまった。長年積もった不満は気づけば私の心を蝕んでいた。データで言えば結婚生活の半分を占める15年間、ありがとうとごめんの言葉をほとんど聞いていない。お茶を入れても洗濯物を畳んでも食事を作っても彼の口から感謝の言葉は出なかった。それはまるで私の存在が彼にとって空気になったようだった。私という人間ではなく妻という役割だけがそこにあった。夕食のメニューに悩んでいると「おい、飯はまだか」と不機嫌な声が飛んでくる。私のためになんて考えは彼の辞書にはないのだろう。スーパーの広告を広げ、今日一日分の献立を考えている私の横で、彼はリモコンを片手に大きな音でテレビをつけてはまた別のチャンネルに変える。その繰り返される無意味な行動が私の中で積み重なるストレスの象徴だった。そんなある日、親友の久美子と会った。彼女は半年前、熟年離婚をした。最初は不安で怖かったわよ、と久美子は笑った。しかし、その顔は幸せというありふれた言葉では言い表せない。まるで嵐の後の海のような静かで、そこから光を放つような輝きに満ちていた。でもね、悦子、自分だけの時間が戻ってくるってこんなに素晴らしいことだったんだって気づいたのよ。この輝きは誰にも奪わせないって思ったの。私は久美子の言葉に希望という名の雷に打たれたような衝撃を受けた。同時にとてつもない恐怖も感じた。このままの人生から踏み出す勇気が私にはあるのだろうか。家に帰ると健一はリビングでテレビをつけたままいびきをかいていた。その無防備な寝顔にかつて愛した面影と遠く離れてしまった今の距離を感じ、
胸が締め付けられた。それは愛か情か、二つの感情はまるで溶け合った絵の具のようにもう分かちがたく混ざり合っていた。数ヶ月の月日が重く静かに流れていった。それはまるで長年閉ざされていた部屋の扉がゆっくりとしかし確実に開いていく時間だった。私は自分の心を確かめるように少しずつ、本当に少しずつ新しい時間を増やしていった。健一は私の変化に気づいているのかいないのか何も言わなかった。彼の日常は定年後の男性が陥りがちな静かな停滞の海に漂っていた。朝は庭の草むしり、午後はテレビ、夕方にはビール。その生活はまるで時間が止まったかのように何の波も立たなかった。ある日の昼下がり、私は久々に一人で近所のカフェに入った。窓から差し込む午後の光はまるでミルクティーのようだった。隣の席に座った若い女性たちが楽しそうに未来の話をしている。私、将来は自分のカフェを開きたいんだ。私は海外で働いてみたい。無邪気な笑顔と希望に満ちた声が私の心をかすかに揺さぶった。ああ、私もこんな風に誰にも遠慮せずに自分の未来を語りたかったのだと胸が締め付けられる。その日の帰り道、スーパーで買い物をしていると遠くから健一の声が聞こえた。おい、醤油はいつものやつか。どうでもいいから早くしろ。その私という人間をまるで無視した命令のような言葉に私は思わず立ち止まった。彼は私たちの結婚生活をどうでもいいと切り捨てるつもりなのか。その瞬間、私の心の中で何かが音を立てて崩れた。それは長年積み上げてきた諦めの壁だった。家に戻った私はそのまま海岸へ向かった。風は少し冷たかったけれど、海の色は私が作ったマグカップの群青色によく似ていた。波がザーザーと音を立てて寄せては返す。その音はまるで私自身の心の奥底で何かが決壊していくような激しい響きに聞こえた。この海の色のように私も私だけの人生を生きたい。その時ようやく胸の中にあったもやが晴れ、決意の輪郭がはっきりと見えた。翌朝、私はまっすぐに健一の前に座り、離婚を切り出した。彼は私が想像していたような怒りも悲しみも戸惑いも見せなかった。彼は静かに、ただ静かに新聞を畳んだ。そして私をまっすぐに見つめ、信じられない言葉を口にした。悦子、俺も君にそう言おうと思っていたんだ。彼の声は長年錆びついていた機械がようやく動き出したように聞こえた。彼は続けた。俺ももう君といるのは正直疲れたんだ。定年したのに毎日家にいる女房の顔色を伺ってあれこれ気を使って過ごすなんてごめんだ。もっと自由に俺だけの時間を生きたい。彼はそう言うとテーブルの上に私が朝食に出した一切れだけ残ったトーストを乱雑に置いた。ほら、お前が残したやつ捨てるのもったいないだろう。そのまるで私を家政婦扱いするような無神経な態度に私は全身の力が抜けていくのを感じた。私という存在は彼にとってただの食べ残しと同じ程度のものだったのだ。離婚届に判を押す日、私たちは最後に2人でコーヒーを入れた。
私のマグカップは群青色だったが、彼が選んだのは使い古したただの白いマグカップだった。このカップ、俺は好きだよ。お前が使ってたやつはなんとなく俺には合わないんだ。彼はそう言って、寂しそうに微笑むこともなく、ただ淡々と自分本位な言葉を並べた。そして私たちは静かに別々の道を歩み始めた。数ヶ月後、私は新しい生活を始めていた。小さなアパートは窓から光がたっぷりと差し込み、部屋中が暖かい琥珀色に染まる。初めて一人で暮らす部屋はまるで何も書き込まれていないまっさらな楽譜のようだった。私はあの群青色のマグカップにゆっくりとコーヒーを注ぐ。窓の外には今日も茜色の空が広がっていた。あの茜色はもう燃え尽きた情熱の色ではない。それはこれから始まる私だけの物語を彩る希望の色なのだ。そして人生の教訓は愛や情だけではないことを私は知った。真の愛とは誰かと向き合うことではなく、まず自分自身と向き合う勇気を持つこと。そして互いの人生を尊重し、時には別々の道を歩むことによってようやく見つけられるものなのだと。私たちは愛を続ける努力はするけれど、愛がなくなった時の準備はしていなかった。でも愛がないまま生きることは魂の死と同じ。私は子供のため、夫のため、誰かのために生きることはこの上ない幸せだと思っていた。でもそれは愛する人がいて初めて成り立つものなのだ。反応のない相手に尽くすこと、愛することのできない相手と時間を重ねることはただの虚しい義務でしかない。人生の楽譜は誰かのものではない、私だけのものだ。それが私が離婚を決意したただ一つの条件だった。今回のお話はここまでです。この物語を聞いてどんなことを感じましたか？あなたの心に響いた場面や似た体験があれば、ぜひコメントで教えてください。一つ一つ大切に読ませていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。朗読、黒川ひとみ。